始まりました。都市と写真。今日は大阪中之島美術館に来ています。ここは前から撮りたかった場所。1階から5階までが巨大な吹き抜けとなっており、その大きな空間とそれをつなぐエスカレーターがとても洗練されています。建築好きにおすすめな場所です。この日はモネ展が開催されており、多くの来場者が来ていました。僕もチケットを買い、エスカレーターで上へと登っていきます。今日の目的はモネを見ることと、この建築美を生かした写真を撮ることの2つです。で、最初に言っとくと、この写真の難易度は結構高いです。その理由の一つは人が多いということ。上からポツン構成で撮りたいところですが、なかなかそれが決まらないです。あと、上の階に登る人はみんな展示目当てで来ている人で、その中一人だけ変な場所で止まって写真を撮っていると、あの人何してるんだろうという冷たい視線を感じます。そんな中、冷静に構図を探して撮る、しかも初見でとなるとかなり難しいです。メンタルの強さも要求されます。動画はちょうど最初のエスカレーターを降りたところ、下を見下ろすとこんな感じです。広い空間が広がっていますが、どこに人を配置するか、どこに視線を誘導させるかで迷っています。はい、一応撮りました。悪くないですけど、求めるレベルにはちょっと足らない感じです。こちら動画内正面に見えていた小さな小部屋のようなスペースを撮ったもの。これも平凡すぎてボツです。今僕がいるフロア4階。展示会場はもう一つ上のフロアなので、次のエスカレーターに乗るのが普通です。僕の背後を人がどんどん流れていってます。しかしここで周りに流されてしまうようではフォトグラファー失格です。もう一回冷静になって辺りをよく観察したところ、エスカレーター脇の小さな隙間を見つけました。ここから下を見下ろすとなかなかいい感じ。これはいけそうです。あとは人。できればこのハイライトの部分に人を入れたいです。もしかしたらこのエリアは普段人が全然通らないという可能性もあります。この日はモネ展で人が多かったのが逆に幸いしました。1分ぐらい待っただけでちょうどいい感じの人が通ってくれました。はい、OK でしょう。なんとか1枚撮れたという安心感から汗がどっと出たのを覚えています。とりあえず満足したので上のフロアに行き、展示作品をゆっくり鑑賞しました。この絵は撮影 OK のものです。実はモネの絵ってそんなに知らなかったのですが、サイドが低めですね。しかし油絵の特徴なのか、近づいてよく見るとキラキラと輝いて見えるんですよね。遠目にはサイド低めでテクスチャもなくぼんやりしているのに、近くで見ると絵の具のテクスチャで光を感じられる。これがモネかと素人ながら分かった気になりつつ、写真でもそういう表現ができないかなと思いながら見て回りました。展示室を出るとまた写真モードです。5階から4階へ降りる人を撮りました。この階段も光がきれいに入っているので撮影スポットの一つと言えるでしょう。ちなみに階段の途中には大きなロボットも展示してあります。アートとしては素晴らしい作品だと思いますが、写真として撮るのはやめておきましょう。以前にも言いましたよね。これは撮ると負けのやつです。検索してみてください。同じ写真がわんさか出てきます。帰り際にもう一度4階から下を見下ろすと面白い三角形を発見。これ
不可能図形の三角形のように見えて一瞬脳がバグる感じがありますね。とても面白いです。ここに人を入れたかったのですけど、待ってもダメでした。残念。最後は4階から2階へのエスカレーター。今動画で見返すと良さそうな構図があったかなと思いますが、現場ではそれを写真に収めることはできませんでした。最後のエスカレーターは広角レンズを持って乗るのをおすすめします。中之島美術館は建築好きの人は気に入る場所ですが、構造を作ってしっかり撮るとなると意外と難しいと思います。その中で一つおすすめなのが、最初のエスカレーターを登ってすぐの場所にある隙間。ここで良い光と良いシルエットに出会いました。価格は 45mm、標準域で撮ります。もう一つは展示を見た後に階段を降りるところ。ここも良い光です。こっちはグレートーンの美しさを見せる写真となりました。その他の写真もいくつか見ておきましょう。最後、この不可能図形っぽい三角形は惜しい気がします。人が入っていればもっと良くなるかもです。いつか再挑戦したいです。最後にこの1枚の編集作業を公開しておきます。編集前はこういう状態でした。ほぼ出来上がっています。まずはトリミング。縦構図ではそのままだと2対3という縦にちょっと長くなってしまいます。縦長すぎるので上下を詰めて4対5ぐらいにしておきます。普段はモノクロにすることが多いですが、この写真はこのライトの色を残した方が良さそうなのでカラーでいきたいと思います。でも一応モノクロにしてみましょう。モノクロはレイヤー、新規調整レイヤーの白黒でモノクロにします。まあこれも悪くないと思います。ただこれだと本当にシルエットだけって感じになりますね。この辺のライトの色がアクセントとして残っていても良いかなと思いました。そこでモノクロはなしにしてもう一回最初のカラーに戻ります。今回は Photoshop に入っているプレセットを使うことにしました。このアイコンをクリック。その中にあるカラールックアップを選択。そしてこのメニューに入っているプリセットの中でティールオレンジなんたらってやつを選択します。ちょっとやりすぎたので不透明度を下げておきます。34% ぐらいでいいでしょう。これで色の対比もうまく出せました。最後にもう少し光を強調しておきます。ここではブレンドモードとドッジ&バーンの合わせ技で調整しておきます。まずオリジナル画像のコピーを用意。そのコピーのモードを通常カラー、覆い焼きカラーに変更します。これでハイライトが強調されました。しかし画像全体に強調されていてやりすぎになっています。ここで今変更した画像にレイヤーマスクを追加。さらにコントロール I を押しレイヤーマスクを全部黒に変えておきます。
これで一旦写真は元に戻ります。ハイライト強調前の画像に戻っています。この状態で黒にしたレイヤーマスクをブラシ白で塗っていきます。流量は 35% ぐらい。こんな感じでブラシでポンポンと当てていくと、光を強調したい部分だけ強調できるようになっています。はい、OK でしょう。これがビフォー、これがアフター、ビフォー、アフターです。部分的に覆い焼きをしたい場合はこういう手順でやるとうまくできます。ということで完成しました。今回は中之島美術館でアートな空間を堪能、そして良い写真も撮れて満足した一日でした。それではまた。